ハローマットです。ここはパリのユニクロです。僕は日本の企業の海外の店舗を定期的に撮影して見ていただいています。で、ユニクロに関してはヨーロッパもね、値上げになりました。ですから最新のプライス、それからお店の雰囲気、そして前回はロンドンとそれからケルンを撮影したんですけど、今回はちょっと場所を変えて、このパリとそうですね、ベルギーかオランダを撮影して一つにまとめて見ていただきたいと思ってます。で、この場所は、パリの外れです。ですから今までとは違った雰囲気で皆さんに見ていただけると思います。まずこのユニクロのある場所、ここはパリのね14区で、向こう側こっちですね、こちらがイタリア広場です。ですからカルチェラタンよりももうずっと外側で、もうすぐパリじゃなくなっちゃうような、それぐらい中心部から離れてます。で、今ね7時過ぎなので、閉店が8時なのでかなりね遅い時間ですね。で、中に入るとこんな感じで、でも結構お客さんいますよ。メンズは2階ですかね。そこにいつもプライスの比較をしている、これだ。これですね、ミニラウンドバッグ。これはね 14.9 ユーロなので、前回のロンドンとそれからパリ、あとケルンを撮影した半年前と同じですね。ですから 14.9 なので、今173から175円ぐらいなんですね。ですからかけると2600円ぐらいか。で、日本が1500円なので、だいたい 170% から 180% ぐらいですね。で、メンズが2階なので、2階かなですね。で、2階にちょっと上がりますね。で、ヨーロッパも緩やかにというかインフレ傾向にあります。こんな感じで、ただね、意外に景気が悪いというか、基幹産業の一つである車がね苦戦してるんです。で、それはパリ協定で、要は化石燃料の車を販売しないということでね、要は電動バッテリー EV にシフトしたんですけど、こっちか、そのね EV の供給元である、BYD をはじめとする中国のね、その電池の会社が車をね大量に作ってきたんですね。で、それが売れに売れて、でしかも車の最大のマーケットだった中国ではドイツの車売れなくなっちゃったんですよ。ですから今大変なことが起きてて、それもあって全体はね結構ね暗いですね。ただ観光とかはね
絶好調ですから。あ、ここにヒートテックありますね。こっちか。ちょっと作業されてるんで反対から回ります。でヒートテックがヒートテックも前回と同じですね。 14.9、 これか。 14.9 などで、さっきのラウンドミニバッグと同じで日本の180% ぐらいかな。でこのね、一部値上げになってるのがジーンズですね。これがね、前回までは 39.9 でした。で日本も1000円値上げになっているってことを前回の動画の時に教えていただいたんですね。ですからこちらは10ユーロ値上げになってます。ですから約50ユーロ ×175 ということで、9000円ぐらいか、8000円台後半ですね。ですから日本が4990円、前回3990円だったので、そこから計算するとやっぱり 180% ぐらいですかね。ですからそんな感じです。だから日本が値上げしている商品に関しては同じようにヨーロッパも値上げしてます。だから品番によって分けてるっていうことじゃなくて、やっぱり同じようにね、同じようなバランスで上げていっているということですね。で他もあんまり変わらないかな。でもデニムが一番分かりやすいですよね。これね、見えるかな。今1階に降りてきました。ちょっとね、カメラの調子が悪かったので切ったんですけど、結構フランスの方多いですね、このエリアは。イタリア広場っていうぐらいですから、ラテンの方も、ラテンっていうかイタリアの方も多いかもしれませんけど、こんな感じです。でも結構多いですよね、やっぱりお客さんで。ダウンも並んでます。こんな感じで、ですから一度切って、でこの後他の国もまとめたいと思います。僕は北フランスのリールっていう町にいます。すごいね、人手なんですよね、ここで。この町にユニクロがあるっていうことを今ね Google 検索したら見つけました。でそこは駅のすぐ近くなので、後ほどそこまで行ってユニクロを映したいと思います。このリールの街も少し映しますね。ここはね、アジア人ほとんどいないと思います。パリから1時間半ぐらいですかね。では駅の近くのモールまで行きたいと思います。ここがユニクロが入っているショッピングモールです。どうですか、この人出、すごいですよね。で北フランスの、ここがね玄関口になるんですけど、確かねリールってね30万人いないと思います。でもこの周辺都市というか、このエリア、フランドル地方なんですけど、他に大きな町がないので、何かの買い物するときがやっぱりねこのリールが一択になると思うんですね。ですからよく研究していい場所に出店したなと思います。でここにねベルシカがあって、
というかインディテックスかもうこちらにちゃんと出店しているということですね。でこの中に入ってるんでちょっとね僕場所がわからないので中に入ってからまたオンにしたいと思います。ここがユニクロが出店しているショッピングモールの中です。どうですかこの人出。もう北フランスでここ一択なんですよね、お買い物する街っていうと。だからすごいですよ、どんどんねお客さん入ってってます。この場所にお店を作って僕ね大成功だと思います。なのでプライスとかはパリと一緒なので、ここだけにしてね切りたいと思います。ちょっとね少しだけ中撮りますね。すごいですよ人のお客さんの入り方。なので参考までにこんな感じですね。ここはブリュッセルです。ブリュッセルの中央駅からギャラリーサンチュベールを越えて、そうですねだいたいね 7,8 分もないかな、5分ぐらい歩いてきたところにある大型のショッピングモールです。でそこにユニクロさん入ってますから、そこまで行きたいと思います。今お店の前まで来ました。こんな感じですね。1階と2階ですね。で値段の比較はしません。っていうのは同じユーロ圏内なんでパリと全く同じです。ただ物価自体はねパリよりもブリュッセルの方が高いです。でこれブリュッセル中心部なんでかなりね多様な人種の方がいらっしゃいます。こんな感じで入ってますねやっぱりねお客さん。今日は水曜日の今ね5時ぐらいかな。だからこれからですかね会社帰りの人も入るのは。だけどすごくね入ってます。でブリュッセルは100万人都市なんで確か120万ぐらいかな。こんな感じです。なので構成とかは同じですよね。でこの値下げになってるワゴンのも皆さん熱心に手に取ってますね。で T シャツ類もあると。これなんだろう。 We are Monsters。 でもすごい入ってますよ。試着のところは並んでますね。すごい。こんな感じですね。僕みたいに写してる人いますね。こんな感じで少し前に僕ねアメリカの番組でなぜユニクロが成長したのかとかね、どういう位置づけなのかっていうのをやってました。ですからそれはねアメリカの店舗を撮影する際にお話ししたいなと思います。でこんな感じでブリュッセルですね。では切ります。ここはアムステルダムの中心地にあるダム広場です。向こう側がアムステルダム中央駅です。でこのダム広場が中心地でちょっとぐるっと回りますね。でこのダム広場からすぐそこ見えますかね。ここにねユニクロさんがあります。なのでユニクロの前まで行きたいと思います。今アムステルダムの街を歩いてて見つけたんですけど、これねプリマークっていうんですけど新しいお洋服のリテイラーです。で今ね飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長してます。ですごくね安いんですね。でこのプリマークは例えばロンドンでもユニクロの近くにできたりとか、
要はベルシュカとかザラとか、あのグループの近くにもあります。で確かね、リールのユニクロが入ってた商業施設にもこのプリマーク入ってました。だからちょっとね大注目なんで、追ってねまた動画でご紹介したいと思います。でアムステルダムは、人口がね100万人はいないんですけど、確かね80万とか90万ぐらいいると思います。でいつもねこんな風に天気悪いんですよね。ベルギーもそうですけどね、北ヨーロッパの国々ってアルプスに雲がぶつかっちゃうから、この北側で結構ね雨とかに雨かな、雲が停滞して天気悪いんですよね。でここにユニクロがあって、今日はね木曜日の今午後5時です。でアムステルダムは意外なんですけど、ヨーロッパの人がね観光で訪れたい場所なんです。っていうのはいろんなものが合法なんですね。でそれはもちろんとか、例えばそれから性風俗、そんなのが理由です。でここなんですけど、ちょっと中見てみようかな。思ったよりね大きくないんですけども、僕が入る前からたくさんの人が入っていけますよね。で値段のチェックはしません。ここもユーロ圏なんで、ですからパリの参考にしてもらって、だいたい175円ぐらい、180円ぐらいまでの振り幅はちょっとね考慮してもらって、5% ぐらいですかね。で物価でいうとね、パリよりもそれからベルギーよりもこっちの方が高いです。なのでこんな感じで、アフリカ系の方もねベルギーと同じで多いんですよね。ちょっと上も見てみようかな。2階がメンズですね。だからほとんど日本もそうですけど、お店の作り一緒ですよね。でヨーロッパに関しては移民政策がよく問題になってますけど、ただ消費の下支えをしてるのは間違いないですね。だから一長一短だと思います。でただフランスの会でもお話ししたんですけど、基幹産業の一つの車が結構苦戦してるんで、そこがね一番の問題じゃないかなと思います。しかしすごいですね、お客さん。こんな感じですね。こっちも並んでますよ。すごい。で僕デニムの値札をチェックしたんですけど、またね1階に戻ります。今年の春に撮影した時と販売しているエリア変わってないですね。ですからイギリス GBP イギリスでユーロの、この何カ国か、それからスウェーデンのクローネ、それからデンマークのクローネ、あとポーランドのゾーティー、この辺のままですね。でこんな感じで僕ね意外なのはやっぱりヘルシンキにないのと、あとフランクフルトにないのがちょっと意外なんですけど、ここはフランクフルトです。アムステルダムの会でフランクフルトとそれから、ヘルシンキにあったらいいのにって僕が、言って、で今日フランクフルトに来たらなんとね10月16日オープンです。
で前回のヨーロッパの回でもフランクフルトにあったらいいのにって言ってたと思うんですけど、まあ僕ぐらいがあったらいいのにって思うことは皆さんすでにね準備されてるんですよね。でも場所もねすごく良くて、ちょうどね隣にザラですね。なのでドミナント効果というか相乗効果出ると思います。ぜひね作ってもらえたらと思ってます。でもこのアムステルダムたくさんのお客さん入ってますし、それからブリュッセルも入ってましたけど、今回やっぱり、ね、一番驚いたのは、予定外に訪れたリールかな。20万多分ね23万の都市なんですけど、それであれぐらいねお客さん入ってるとやっぱり可能性感じますよね。ですからおそらくはアジアに関してはあまり伸びしろがなくて、欧米に十分なね伸びしろがあるのかなと。でアジアって僕が言ったのは中国、韓国、台湾とかその辺、日本も含めて、だから東アジアはもうほぼ征服したかなっていう、そんなイメージを受けてます。で僕のチャンネルでは仕事で訪れた先でのこのような情報も皆さんにお話しできればと思ってます。では失礼します。